Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain. おはようございます。前回の動画ではロサンゼルス空港からバニングあたりまで移動しました。今回の旅はカリフォルニア州の西海岸を1週間車であちこち回っていくんですけど、今回はアメリカでのハプニングとか、なんでアメリカに行くことになったのかっていうのを、アフレコとともにお伝えしていこうと思います。まずはなんでここに来たかなんだけど、会社を立ち上げた友人がアメリカで仕事があって一緒に来ないっていう、誘いを、受けました。というか私に運転をしてほしいとのことだったんで、私はこの頃フリーランスとして仕事をしていて、ちょっと手こずっていたんですね。海外には何回か行ったことあるんですけど、海外での運転は初めてだったんですよね。でも行ったことのない場所で、やったことのないことをしたかった。なんで、行きたいって行きたいはいって手を挙げましたね。アメリカに行くことになったきっかけはそんな感じです。でね、私もノマドなのでアメリカでも仕事をしようと思って来たんですけど、なかなか体力的にもそんな余裕もなく、結局あまり自分の仕事っていうのもできなかったんですけど、結果本当に来てよかったと思える旅になりました。で、これずっと高速道路を走ってるんだけど、カリフォルニア州の高速道路の最高制限速度が100キロで、もうビビりまくりでした。でも気持ちに余裕が出てきて、この広々した道路が快適って叫んでました。この時パームスプリングスに着きました。カリフォルニア州を回ったこの旅で、私はここの街並みが一番好きでした。もっと動画を回しとけばよかったなって後になって後悔しました。で、ここで食べたランチなんだけど、このサラダランチね、なんと5000円しました。もう高くてびっくり。多分ね、英語がわからなかったからカスタムしちゃったんだと思う。もともとあったメニューに何かね追加をしてしまったんだと思う。なんかドレッシングとかね。それでね、チップも払うからさ、どんだけって思ったけど、自分がね悪いんだよね。英語ちゃんと勉強すればよかったと思う、一コマでした。旅にハプニングはつきものですね。この街歩いてたらそれでも気持ちはルンルンでしたね。それでは今からヴィンテージショップを回っていく。早速ね、ワインクーラーなんか買っちゃって、早くも荷物増やしちゃった。ここは私好みのヴィンテージ雑貨がたくさん置いてあって、何時間いたんやろ。ほんと退屈しなくて、店員さんもとっても親切でした。でも少し値段はお高め。また行きたいな。かわいいかわいいヴィンテージ雑貨を後にして、昨夜ほんと大変な思いをしたわけなんですが、ちょっとしたハプニングがありまして、夕方落ちてからの夜の運転ってすごく怖くて、すごく苦手なんですよね。にもかかわらず、夕方から宿が見つからなくて、ずっと車を走らせてたんですね。
バニングっていうところからラスベガスあたりまで走って、この辺りにも宿ないなって言ってて、でそこからも怖い思いをしながらパームスプリングスの近くまで来て、で確か宿にやっと着いたのが夜の9時ぐらいだったんですけど、本当に日本みたいに街灯がなくて車のライトしかない道もあったりして、本当にどこ走ってるのかわからなくて怖かったんですよね。で止まったらなんか動物が出てきそうなところも通りましたし、本当にちょっと結構なパニック状態でした。そんなにって思う人もいるかもだけど、海外での運転が初めてだったし、土地勘も全然ないしで本当に怖かったんですよ。で昨夜晩ご飯を食べながら友人が、明日から夜走らなくてもいいように予定を組んでくれて、もうちょっと頑張ろうって言ってくれたんですけど、本当手汗も出るし、なんならもうちょっと震えてたから、もうその時の心境を思い出すとね、これからの運転が不安で仕方なかったんですけど、運転も嫌やってわがままも言ってたんですけど、いつの間にか眠りについて朝になってたんですね。快晴の空見たらできる気がするってなって、昨日のことが嘘やったかのように心が晴れてました。ほんと怖かった。今回の旅もモーテルに泊まったんだけど、全然動画撮れてません。モーテルには電子レンジがあるから、スーパーによってお惣菜とか冷凍食品を買ってお酒とともに食べました。不慣れなアフレコでしたが、ご視聴ありがとうございました。この辺り行ったことのある方とか、自分もこんなハプニングあったよって方いらっしゃったら、何でもコメントいただければ嬉しいです。それでは。